はようございます。今日は千葉駅からスタートです。銚子に行くんだよね。フェリーに乗るとよく聞く東大に行ってみたかったんですよね。銚子といえばのりせんべいでしょ。あとは醤油。とりあえず銚子駅まで特急で向かいます。出発。田んぼかな。落花生かもしれませんよ。やっちまった。やっちまた。成田線と合流です。そろそろ到着だね。到着。千葉駅からはだいたい1時間30分でした。同じ千葉県だけど意外と遠かったね。新幹線だと同じ時間で名古屋まで行けるんですよね。じゃあ実質名古屋だね。なのでゆっくり散歩していこうと思います。と、その前に軽くおやつを買ってきました。醤油だ。銚子らしいね。袋を開けると醤油の香りが漂います。程よい塩気が嬉しい味です。散歩のお供でもよかったんじゃない？そうかもしれません。それでは歩いていきます。まずはどこに行くの？利根川沿いを歩いてポートタワーを目指します。まだ午前だからか少し涼しさもあるね。秋の始まりを少し感じますよね。お、なんかある。銚子セレクト市場だって。物産館のようですね。あ、でも開店前みたい。残念。駅から5分くらいで利根川沿いまで出てこれました。いい景色。対岸は茨城県なんだよね。見晴らしは良いですがそれだけですね。それがいいんじゃない？引き続き川沿いの道を歩いています。ここは船だまりのようで漁船がたくさん止まっています。川だけど雰囲気は海みたいだよね。ちょっと醤油の匂いがしない？近くの醤油工場の匂いですかね。いかにも銚子って感じ。醤油って大豆が原料だけどなんで銚子で醤油作りなんだろうね。そう言われると確かに銚子に大豆作りのイメージはないかな。銚子の醤油作りは物流の都合が大きいようです。江戸時代の治水工事で利根川は銚子付近を通るようになり、銚子と江戸は船で行き来できるようになりました。一方原料の穀物は利根川対岸の茨城県が一大産地だったそうで、原料の調達、製品の輸送のどちらにも都合が良い銚子が醤油の製造拠点として選ばれたという経緯があります。また銚子は利根川を使った江戸への物流の中継地でもあったので、当時は関東圏ではかなりの人口を誇っていたようです。ずーっと醤油の匂いがする。銚子らしいといえばそうだけど、ちょっと不思議な匂いだよね。海の匂いとも違うけど、なんかちょっと食欲をそそるよね。食欲は湊さんだけだと思いますよ。演奏かな。あ、遠くにタワーが見えるよ。うさぎちゃん、あれが目的地。多分そうです。まだまだ遠いじゃん。ちょっとぐったり。何か塔があります。登ったら海が見えるんじゃない？登ってみましょうか。調べたら海難事故で亡くなった漁師を弔う慰霊塔みたい。銚子は海の三大難所って言われていたみたいで、海難事故も多かったんだって。利根川を使った水運で栄えた町ですが、利根川の水流には苦労したということですよね。今は航路整備がされているから大丈夫みたい。そういえば川沿いに長い堤防があったよね。頂上です。かなり存在感のある慰霊塔ですね。それだけの苦労があったのかな。太平洋は望めませんが、利根川沿いに築かれた水路がしっかりと見渡せます。タワーがだんだん近づいてきた。この道の先を曲がればすぐです。もう少しと言いたいけどここからが遠く感じるんだよね。湊ちゃん、もう少しだよ。お腹すいたよ。タワーを観光したらご飯にしましょうか。銚子名物と言ったらお魚かな。私もお腹が空いたので先にご飯を食べることにしました。海鮮ドイワシフライのソースカツ丼だね。身のしっかりしたイワシフライは食べ応えがあります。ン。揚げたてサクサクで美味しい。せっかくならソースじゃなくて醤油でも食べたいかも。タルタル。調味料として醤油はあるのですが、ソースの上にかけるとさすがにしょっぱいですよね。でもせっかくだからかけちゃった。やっぱり醤油だと調子を感じられるね。さて、腹ごしらえも済ませてタワーに登ります。景色を見ながら上がっていくのは大洗マリンタワーみたいじゃない？同じ太平洋を見ているので既視感があります。だんだんと複雑な銚子港の堤防が見えてきました。坂が多くて気づかなかったけど隣は海だったんだね。ちょっともやがかかっている感じかな。どこまで景色が見えるか楽しみです。おお、よく見える。高さは58メートルだそうですが、
高さの割には見晴らしが良いです。立地の方を見ると住宅が立ち並んでいる様子がよくわかります。大きい建物は水産加工関連かな。こうして見るといかにも漁業の町って感じがするよ。江戸時代は物流拠点としても栄えていた町ですが、上から見るとその痕跡はあまりわからないです。確かに大洗と比べると全然違うね。なんか作業しているのが見えるよ。あ、魚が流れていく。トラックに積み込んでいるみたい。何の魚だろう。結構大きいよね。マグロ？ブリとかカツオかもよ。なんか生き物でも食べ物でもないみたいで複雑な感じ。ああ、それね。一匹落ちた。うさぎちゃんは船じゃなくて何を見ているの？何か魚を積み込んでいます。こっちもか。水揚げ量日本一を誇った港らしい風景じゃないですか。まあそうなんだけどね。もしかしたら回り回って私たちの食卓に並ぶかもと思うとワクワクします。楽しかったね。働く港を感じられて良い場所でした。もう少し天気が良かったらな。少しガスがかかっていましたね。さて、次は犬吠埼へ向かいましょう。この辺りは水産関係の会社がたくさんだね。時々道路にイワシが落ちてる。意外と道路脇にスペースがあるから歩けるね。交通量も結構あるのでこれはありがたいです。海が見たいよ。もうちょっと我慢です。遠くに海が見えてきた。ここから道路脇が狭くなるので気をつけていきましょう。どことなく南北感のある風景です。関東って言われないとわからない感じだね。なんかいい感じの風景。岩礁が点在していかにも沿って感じがします。もう少し進むとアシカ島が見えてきます。アシカ？昔は野生のニホンアシカが生息していたそうです。ヨーグルト食べたら送られる島みたい。あれは岩ですからね。二人ともなんで私の方を見るのかな。お前、届いわな。なんか鳥居がある。ちょっと行ってみない？ちょっと小高くなってるし景色が良かったりして。景色は悪くないですが見通せる感じではないですね。白い鳥居と海のコントラストは綺麗じゃない？頑張れば綺麗な写真も撮れるでしょうか。ここは人も少ないですし、じっくりカメラと格闘するには良いかもしれません。なんとか抜けたね。もしかしてあれが目的地？こうして見ると遠いね。ここからはビーチサイドを歩けます。潮風が心地よい。でもちょっとベタベタかも。だんだん近づいてきたね。スマホのカメラでも見えるようになってきました。いいカメラ持ってるんだからそっちで撮ればいいのに。ささっと確認するだけならスマホの方が便利なんですよ。そんなもの？さあ、気づいたらもうあんなに近くに灯台がある。もうちょっとだね。灯台までは少し登ります。最後に登りか。まあ先が見えているのですぐですよ。遊歩道として整備されているみたいなので歩きやすいです。手すりもついてるし、登るだけだね。着いた。灯台も登れるって。では行きましょう。また登りか。いざ、99段の階段です。どんどん行きましょう。高さはどれくらいなの？地上高31メートルの灯台です。意外と低い。ですが犬吠埼の上に立っているので海面からの高さでは52メートルの高さがあります。ちなみに、日本一等の高い灯台は島根県の出雲日の岬灯台で 43.7 メートルです。明るくなってきた。もうちょっと。とても急な階段です。機械の中に入っているようで楽しいです。外が見えてきたよ。この上は灯台のライトがあるんだね。間近で見るとすごい存在感です。灯台だから当たり前だけどこれ回転するんだよね。早く外見ようよ。ちょっと落ちそうで心配になる高さです。周りが海だから空を飛んでいるみたいだよ。独特な浮遊感がありますね。君ヶ浜を一望します。さっき歩いてきたところだね。こうして見ると結構長い。フェリーとか見えないかな。結構高かったね。高所恐怖症の人は登れないよね。風が強かったら私でも怖いと思うよ。地上に降りてきました。なんか地面が安心する。あっちに売店あるし、おやつにしない？かき氷だね。うさぎちゃん、かき氷と灯台どっちが高い？残念ながら灯台です。へえ、さっぱりした。次はどうするの？
もう一つの岬を見に行きましょう。銚子には犬吠岬以外にも長崎花という岬があります。鹿児島にも同じ地名があったよね。花のように細長く伸びた岬が語源かと思いますが、同じ名を持つ岬は全国にいくつかあるみたいです。長崎花は犬吠岬ほど知名度はありませんが、地理的に犬吠岬よりも早い日の出を望めるそうです。日の出か。みなとちゃんには一番遠い時間かもね。一番眠たくなる時間かも。スラロームのような曲がり道を下っていきます。下りってことは帰りは登るんだよね。この辺りは海岸に向けて標高が下がっていますから仕方ないです。これくらいなら大丈夫でしょ。上り坂を見上げるのって結構疲れない？ああ、それはちょっとわかる。目的地に着く前にそんな話しないでくださいよ。それに坂の上なら甘味どころがあるかもしれないじゃないですか。だんだん海が見えるようになってきた。この辺りの海岸風景って独特だよね。犬吠埼周辺は白秋頃の地層が露出しているそうで、この古く硬い地層が犬吠埼を海食から守ったとも言われています。長崎花は犬吠埼と違ってのっぺりしているね。集落のようになっていてあまり観光地らしさはないです。離島の町って感じ。ここまで来ると東京から2時間の場所とは思えない静けさですね。人気観光地という理由がなんとなくわかる気がします。集落まで降り、海沿いの道を歩いています。道路沿いは波よけのためか、かさ上げされた壁が連なっており景色は望めません。あそこに階段が見えるよ。岬の先に出られるみたいです。パネルもありました。閑散とした場所だけど、ちゃんと観光案内してくれるのはありがたいね。壁の上に登り、岬を眺めます。遠浅の岩礁が広がっており、地の果てという印象を受けます。正直犬吠埼より最果てって感じがするかも。人気が少ないのも相まってか、孤独感を強く感じられる気がします。知名度が低くあまり期待していませんでしたが、思っていたよりも良い雰囲気の場所でした。今日の予定はこれで全部です。海岸沿いで海風を浴びながらの良い散歩だったね。帰りも歩くの？帰りは銚子電鉄を使います。この後雨の予報なので早めに撤収です。せっかくだしもう一軒くらいどこか行きたいな。もう一軒ですか？あるかな？あった。こんな住宅街にかき氷屋さんがあるとは驚きです。やっぱり夏はかき氷だね。細い坂道を登り、外川駅へ向かいます。いかにも漁師町って雰囲気だよ。外川駅に到着です。古い電車が止まってる。駅舎も結構古い。大正12年に建てられた駅舎のようです。次の電車は34分、あと30分くらいだね。ベンチもありますし、ゆっくり待ちましょう。駅舎の中は資料館みたいだね。少し歴史を感じるよね。起きた。なんか見覚えのあるカラーリング。南海電車じゃない？銚子電鉄の中では最新の車両です。今来た車両は2025年3月に運行を開始したものですね。言われてみればなんか綺麗な気がするよ。なんかいい調子。元は南海電鉄で使用されていた車両で、南海銚子にをスローガンに出発セレモニーを行ったそうです。展望席ゲット。さて、景色もいいですが今日の工程をおさらいしていきましょうか。まずは銚子駅から利根川へ向かって歩き、その後は利根川沿いを河口に向かって歩いていきます。醤油のいい匂いがずっとしていたよね。少し進んで銚子ポートタワーに到着。お昼ご飯だね。ポートタワーの次は犬吠埼灯台を目指します。途中にトド、アシカ島があったね。しばらく海岸線を歩いて犬吠埼灯台に到着だね。灯台でかき氷を食べて長崎花に向かいます。とてものどかな景色を眺めつつゆっくり進みます。長崎花は閑散としていたけど結構いい雰囲気だったよね。長崎花を過ぎて外川駅へ向かいます。途中でかき氷屋さんに寄り道したね。結局どれくらい歩いたんだろう。移動距離は 14.2km でした。まあまあって感じ。ちょっとした日帰り散歩としてはちょうど良かったと思います。ちなみに今乗っている銚子電鉄の路線延長は 6.4km なので線路を1往復したくらいの距離になります。銚子電鉄って意外と短いんだね。みなとちゃん、歩いて帰りたかった？やこういう旅行もたまには新鮮で面白いね。今回は経由地をある程度決めて歩きましたが、今度は気の向くままに寄り道などもやってみたい気がします。
ご視聴ありがとうございました。